どうも時村です。今年に入ってまだ服を一着も買ってないことに気づいて、でもう2月の後半になるわけですけど、ふと思ったんですよね。このままいけるんじゃないかって。この1年間服を全く買わずにちょっと過ごしてみようかなって思いました。で、考えてみれば、これまで長年生きてきて1年間の中で服を買わなかった年があるだろうかって思ったんですよ。で、もちろん、ね、幼い頃、0歳から始まって、ちっちゃい時は買ってないでしょ、自分で。0歳でよちよちよちでね、これくださいって言ってたらもうおかしいんで、そういうことないでしょ。だからお母さんとかね、その親がやっぱ買ってたと思うんですよ。で、物心ついてね、中学校とか、中学生とか高校生とか、なんかそれくらいになってから自分でようやく服を買い始めて、で、社会人みたいなものになると、やっぱり自分で買うしかもうないですよね。だからそこからやっぱり毎年多分買っている。で、おそらく大学生の頃、高校生ぐらいから買ってるでしょうね、多分ね。毎年何かしら。だから何かしら買ってるなと思って。で、もしかしたら今だったらいけんじゃないかなって、なんかそういう気がしたんですよね、ふと。この晴れた寒い2月の終わり頃に。なんかそういうことを感じました。で、やっぱり若い頃って言ったらあれだけど、高校とか大学とか、なんか20代とか30代とかって、やっぱり服が大事だというか、若い方が買っちゃうんじゃないかなってことも考えましたね。で、それはやっぱり自分をよく見せたいっていう見栄みたいなものもあったりとか、あとはモテたいとかね、男子だったら、モテるために、女性にモテるために新しい服を買いたいと、流行りの服を着たいと。で、会社とかがね、あるときは、やっぱりパリッとしたものを着ていかなきゃ、ね、ちょっと仕事をできるように見せなきゃいけない。ちょっと仕事をできるような感じに、やっぱ自分自身がならなきゃいけないから、それで気合い入れて、ちょっといい服を買うとか、背伸びして、ちょっとブランド物を買うとか、なんかそういうことになりがちですよね。で、何度かこのチャンネルでも話してますけど、僕はもう結局服好きでずっと、で、20代の頃めちゃくちゃ買ってたんですよね。で、しかも、それに、さらに悪いことに、自分がやってた仕事というのが、写真の、フォトグラファーの仕事やってたので、ファッション写真を撮るっていうことをやってたので、ファッションの写真を撮るためには、自分自身がやっぱりファッションを知らなければいけないし、で、それを知るためにはやっぱり自分自身でちゃんと買って、で、そのブランドがどういうものかとか、あとはそのブランドを立ち上げたそのデザイナーの思想を知るっていうね、そういうことをする必要があったので、やっぱりファッション業界への強権、ファッション業界への強権って間違えましたけど、貢献ね、ファッション業界への貢献っていうところももちろんね、そういう意味もあって、やっぱ自分が買って着なきゃいけないという気持ちがあったりして、むちゃくちゃ買ってたんですよね。だから、それがやっぱり30過ぎてミニマリズムに出会ってから、捨て始めたわけですけど、でも今でも結局ね、そのワードローブ紹介毎年してますけど、やっぱり買ってはいるんですよ。で、そんなに、ブランドものではないかもしれないけど、やっぱり着心地がいいっていうものだったり、で、僕はやっぱり山とかハイキングとかランニングとかヨガとかやってるので、やっぱ全てのアクティビティに使えるような服。で、とにかく快適で着心地が良くて、で、長く使える。で、かつ、旅してても街にいても山にいても街でも浮かないっていう、なんかそういうことを考えて使ってるわけですけど、言うて、その20代とか30代の前半の頃よりかは、やっぱり買う頻度が下がってるし、そんなに頻繁に買わなくても大丈夫な感じになってるんで、欲望的な意味でもそうですけど、そうですね。だからそういう意味で、今だったらできるんじゃないかなと思って、で、今2月の後半でしょ。だからちょっと今年ね、やってみようかなってふと思いました。物を買わないチャレンジみたいなことも去年やりましたけど、で、今も結構継続中で、今年は、年始からもう2つしか買ってないですね。実際、アイテム。はい。で、これも年始の、ワントリストっていうのを作ろうって話を過去にしたと思うんですけど、自分の欲しいものリストを作ることによって、実際に買うものを制限できる、コントロールできるっていう、ちょっとそういう方法を
取っていて、で、そこにまあ僕3つか4つぐらい今年ちょっと買いたいものを書いたんですけど、で、2つはもうね、手に入れました。で、それは、イヤフォンですね。AirPods の新しいやつと、で、あとはマイクです。はい。撮影で使うマイク。だから、まあ、両方ともね、まあ、必要なものであるし、自分のその制作のための道具という感じで、新しく入れてるんですけど、服に関しては、一つだけね、今年ちょっとリプレイスしたいなっていうものがあって、で、それは、ミッドウェアとして着ているメリノフーディですね。で、それがね、去年から穴が開いてるんですよ。まあ、穴といっても、そんなに大きくはないんですけど、なんかこの辺の、こう、継ぎ目のとこがね、ちょっと破れてるんですよね。で、それをなんか買いたいなっていう意識がずっとある中で、ただそれはやっぱ自分自身でこう、縫ってリペアすればまだ使えるなっていう感じはあって、だからなんかこう、服とか道具、あらゆることそうですけど、どこまで粘れるかみたいな、ことって結構ね、あって、なんかそれをね、最近長くできるようになってますね。で、だからその靴とか、そのフーディニとかを穴が開いても使えるまで使うっていうね、アンダーウェアもね、使えるまで使って、まあ、この間ちょっと変えたんですけど、だからそういう感じで、ね、なんとかこう、みすぼらしくでもなってくるんで、そこのこう、見極めがやっぱり難しいところで、だからそういう感じでちょっとね、今年、服を買わないで行ってみようかなと思います。まあでもこれにはね、たくさんの穴が、やっぱりあるんですよ。で、今まで、このね、1月2月ってのは、多分服を買わないで乗り越えやすいシーズンなんですよね。で、なぜなら、冬服というもの自体が、アウターとミッドウェア、そしてベースっていうもの、まあ必ずアウターを羽織るっていう、コーディネートをする人がほとんどで、僕も多分、多分というか僕もそうなんですけど、で、それやってるとね、とりあえずアウター着ておけば、中身ってどうでもいいじゃないですか。だから、外さえちゃんとしてれば、中はどうだっていいみたいな感じがあるので、別にその中をね、見せるわけでもない。もちろんその中を見せるね、ちゃんとコーディネートを、ファッションが上手な人はすると思うんですけど、なんかそういうところを、まあ僕はそんな上手じゃないんで、まあアウター着て、とりあえずなんとかごまかせると。で、かつこのスウェット着てて、この中にもね、T シャツをレイヤーとベースとして着てるんですけど、それもね、結局外から見えないじゃないですか。だからそれをこう新しくしようみたいな感じとか、なんかこう、新しく追加で新しい T シャツ買おうとか、インナー買おうとか、そういうものがね、ないんですよ、冬って。だからある程度ごまかせると。で、問題はやっぱりこう、春、そして、秋、いわゆるまあ冬に入る秋口みたいなところが、一番その服って売れるんですよね。で、どうしてもみんなそのアウターを脱ぎ出す頃、で、軽やかにみんなこう脱皮をするときに、こう、中からね、その新しいものをこう、求めてくるっていう感情が働くと。で、コーディネート的にも、外側がなくなって自分自身があらわになってくるんで、なんか去年よりも新しくしたいとか、ちょっと今年はちょっと変化を持たせたいとか、そういう感じで、買う方向へとこれから多分進んでいく季節だと思います。まあそれがやっぱり2月の後半から3月にかけて、みんなその春服とか今年は何着ようかなってね、好きな方は多分楽しみにされてると思うんですけど、で、それにもちろんワクワクすることは素晴らしいことでいいと思います。でも同時にやっぱ企業のマーケティングもそれに伴って激しくなる時ですよね。もうどうしても春服に合わせて、バンバン広告打ち出して、で、新商品、春夏ものが出たりとか、もうすでにね、出始めてますけど。で、それが過ぎたら今度、秋冬ものがね、販売されて、で、またそこでこう、買い時のピークがやってくると。だからそういうふうに、これからがやっぱりこうね、一番何を着ようかなってとこで、こう需要と供給というか、企業側の供給と、こう消費者側の需要みたいなものが高まっていて、そこがちょうどね、マリッジするっていうか、なんかそういうポイントだから、まあこれから注意するポイントが、まあ一つ、そういうところだと思います。あとは僕自身が芥川とか、まあグラミー賞とか、そういうものをちょっとね、受賞する可能性もあるなってことも考えてて、で、そこも結構大きな不安要素の一つです。で、やっぱり芥川とかグラミーを取っちゃうと、ちょっとほら、パリッとしたものを着なきゃいけないでしょ。
で、もちろんそれはそのレンタルとかして、で、あとはそのスタイリストさんとかに頼んで、まあね、着せてもらって、その時だけ出るみたいな感じでもいいと思うんですけど、でも結局まあ、なんとかまあ、なんとなくその自分が普段着てるようなものでちょっと出たいっていう気持ちあるじゃないですか。だからなんかそういう感じで、やっぱりこう、なんか賞を取ったからにはね、やっぱそういうパリッとした服を着たいっていう欲が出てくると思っていて、まあこれも勝手な想像なんですけど、僕の。ね、まあまあ撮る予定はないんですけどね、まあ芥川って多分小説しか撮れないでしょ、あれ。で、僕この間というかもう今月出してるんですけど、ミニマリストソロプレーナーっていう新調をね、出して、で、皆さんに買っていただいたおかげでものすごくね、Amazon の販売ランキングでも、企業部門で1位取っちゃって、ベストセラーになって、まあ一時期だけですけどね。だからそういうふうに、それが売れてるからちょっと芥川の心配がちょっとこう中から出ちゃってるっていう感じ。で、グラミーに関しては、なんか、まあグラミーを取るね、予定もね、正直ないですね。はい。ないんだけども、なんか、もしかしたら、ちょっと声かかったら嫌だなっていうか、なんか、怪獣とかをさ、歌ったりしてるじゃないですか、この YouTube でも。だからその YouTube でその怪獣歌ってましたよねとか結構ね言われるんですよ最近。なんかあれ見ましたよみたいな感じで、こう結構リアルな人に言われたりするんで、これもしだからそのグラミーの担当の人が、これあれなんか歌ってるね、なんかホワイトボックスで歌ってるやついるねって言うんで、で、ちょっとそれでこう連絡が来たらちょっとね、どうしてもやっぱりさすがに断ることはちょっとさすがに無礼だろうっていうことで、だからそういう、ちょっと心配はあります。うん。だからそういうところがまあ一つ罠。だからまあその季節的なもの、その春になってから、自分の購買意欲がどんどん高まっていったりとか、なんかそういうものが出てきたり、で、あとはその賞を受賞して、それに合わせた、TPO に合わせた服を自分が求めるようになるんじゃないかって、そういう心配が二つある。でもまあ、言ってみればでもその二つさえ乗り越えられれば、今年は買い足さずにいけるんじゃないかなって、そういうふうに考えてます、本当に。で、今ね、服は、まあ、全部今、僕はウェブサイトで公開してるんですけど、概要欄に貼っとくんですけど、そこに持ち物全部公開してるんですけど、キャップを除いて14点ですね、服は。で、下着も含みます。下着も全部含めて、キャップを除いて14点、14着で、全シーズンやってます。なのでまあキャップも一応まあ服の一部として入れればまあ15着っていうことになるんですけど、だからそのね15着のラインナップでまあ去年はある程度こうリプレイスしたものとか入れ替えたものが何点かあるので、それででもなんとなくね今年の冬をまあもう越すことができてて、もうね固まっちゃったんですよ。もうこれでもう1年全シーズン通しでやっていけるなっていう感じで、でまあコンセプトとしては変わってなくて、まあ、街で着れて、で、山にもそのまま入れて、ランニングできて、旅にも出れるっていう。まあ、自分の中でまあウルトラライトノームコアっていうね、そういう感じで捉えてるんですけど、でも全然ノームコアではないですね。まあ、ブランドのね、あれがものすごく見えちゃうんで、アウターとかは特に。まあ、これは結構ね、今着てるスウェットなんかは、まあ、ブランド名がね、どこにも出ていないんで、まあ結構ノームコアっぽいですけど。だからやっぱりまあ重視してるのは軽くて、洗濯が楽、手入れが楽で、で、ゆったりっていうか快適で、で、汗をかいても冷えにくかったりとか、匂わなかったりとか、で、そのまま、ちょっとそのスポーティーなこともできて、まあ、ランニングとかハイキングとかもできて、で、そのまま街に降りて、そのまま遊ぶこともできるみたいな。なんかそういうこう、日常をですね、ずっとこうシームレスにつなぐための服選び、コーディネートみたいな。なんかそういうところで、もうこのスタイルになって、随分長いですね。もうなんか最初からっていうか、ミニマリズムみたいなものに出会ってから、でも2020年ぐらいかな。正確には。やっぱり途中でその山と街のマージみたいな、どういうふうに行き来するかみたいなことを考え始めた時に、やっぱりやりましたね。でもね、結構難しくて、その山のファッションと街のファッションをマージさせるっていうのは非常に難しくて。で、アウトドア系のアイテムってやっぱりほら、結構派手だったりとか、もうなんかシルエットがそもそもスポーティーだったりとか、素材がテッカテカだったりとか、なんかそういうものばっかじゃないですか。だから、それがね、難しかったんですけど、
ありがたいことにそのパンデミック、コロナ禍に入ってから、やっぱりその、ね、みんな出れなくなったけど、家の中でちょっとゆったりしたものを着るみたいなトレンドにファッションもどんどん変わっていった時に、結構アウトドアの、まあ海外、まあグローバルに展開しているようなアウトドアメーカーも、そういう方向性をちょっと打ち出してきたんですよね。だからその、つまり、家の中でゆったり過ごすっていうことは、アウトドアで着るものを家の中で着れれば、それがそのまま使えるんですよ。だから多分そこに気づいた人たちが、まあそういう方向性に多分仕向けていったとは思うんですけど、で、つまりだからそのアウトドアのものを街で着るように、だから街のトレンドみたいなものを逆にそのアウトドアの方に逆輸入するっていうのかな。なんかそういう風な感じにトレンドが変わっていって、だから結構、なんか街で着れるアウトドアアパレルとかアウトドアブランドみたいなものがどんどん増えたんですよね。増えてるんですよね。で、それはまあ大手のメジャーのなんとかフェイスとか、なんかああいうところとかもそうだし、で、あとまあ特にその日本のガレージ系ですね。で、僕が使っているようなガレージブランドみたいなところも、やっぱりその、なんとなくそのね、やっぱ自然に出ることとか、パンデミックで家の中に閉じこもるからこそ、その外とのつながりを重視する。でも、そのオフィスには行かないでいいから、カジュアルダウンさせて、ものすごく着心地とか快適性を重視するっていう、そういう風な方向に、やっぱりこうトレンドが触れてきてるので、だからやっぱそういうところがあって、なんか選びやすくはなりましたよね。昔よりっていうか。だからそのアウトドアの感じをずっとね、まあ、ど真ん中で着るのも、それはそれで悪くないなとはまあ思うんですけど、でもやっぱりどうしてもその街で浮いたりするじゃないですか。だからそのなんか匿名性を保ったりとか、街の中で浮かないとか、なんかそういうスタイルが作りやすくなってるので、そこはなんか、なんか良かった変化かなとは思うんですけど、まあちょっといろいろ話それちゃってすいません。今日はちょっとね、そういうことを考えてました。で、まあちょっとどこまで、実験的なところですけど、自分自身がどこまでいけるのか、今年何も買わずに、何も買わずにこのままもう1年間ちょっと目指してみようかなって思っています。T シャツが2枚しかなかったりとか、あと下着も1つしかなかったりとかで、本当に洗うタイミングがなかったりするんですけど、かなり困難性はありますよ。まあ冬だからやれてるっていうのは正直あって。夏場とかね、やっぱりヨガの練習してそのまま濡れてるままでっていうのは難しいから絶対そこで一回着替えて洗濯してみたいな感じになるんで。ただ意外とそれもね、まあ人と会わなければ、まあその辺歩いてて、まあ捕まることはないですけどね。まあちょっとわかんないですけどね。まあちょっとその匂いとかでね、だいぶちょっと君ちょっと匂うので、ちょっと署までみたいな感じで連行される可能性もありますけども、可能性ありますけども、でもなんかできるだけちょっと頑張ってやってみようかなと思います。この実験を。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしまっちゃう。